哲也です。今日はね、新型コロナに効くビタミンが判明というテーマでお話してみたいと思います。現在新型コロナのワクチン接種が進んでいる中にあっても、なかなかその猛威は衰えることを知りませんよね。人類がこの邪悪な流行り病を克服するには、やはりワクチンだけではなく有効な治療法の確立が不可欠と言えそうですね。今世界中の医師や科学者が有効な治療法を模索する中、懸命にやってますけどね、なかなかね、有効な治療法というのがまだ見つかってないと言われているわけですけどね、今日はね、それに関してある興味深い情報が飛び込んできたんで、それをね、皆さんにシェアしたいと思うんですね。その治療に使われる物質というのはね、とても身近で安価なビタミンの摂取ということなんですよ。それがね、新型コロナ治療に非常に役立つという情報なんですね。今安価と言いましたけども、実は何ならただでそのビタミンを手に入れることだってできるんですよ。なぜならそのビタミンは私たちの肌を日光にさらすだけで手に入れることができるからなんです。はい、これとてもわかりやすいんじゃないですか。そのビタミンの名前は何でしょうか。そう、ビタミン D です。なんとビタミン D がコロナ患者の治療に非常に有効だというんですよ。僕はこの情報をこの記事から得たので、今日はこの記事内容をベースにお話してみたいと思います。この記事は次のような問いかけから始まっています。あなたの血中ビタミン D の濃度を知っていますか。もし知らないならば、血液検査を受けてその濃度を最適化しましょうよってね。コロナウイルスから身を守る最も簡単な手段はビタミン D の摂取だというんですよ。なぜならビタミン D は免疫調整剤としてコロナ患者に共通する免疫調整不全に対抗する手段となりうるからというんですね。実は2020年11月頃には無症候感染者と ICU 集中治療室での治療を要する重症患者との間でビタミン D の血中濃度に顕著な違いがあると言われ始めてたんですね。ある研究では重症例で ICU に入院した人の 96.82% がビタミン D 欠乏症だったということなんです。ビタミン D が不足しているコロナ患者は感染を体内で広げやすく、死亡率も高かったというんですね。ただし米国国立衛生研究所 NIH が、COVID-19 治療ガイドラインのビタミン D のページを最後に更新した4月21日の時点では、新型コロナ疾患の予防または治療のためにビタミン D の使用に関して推奨するデータは十分とは言えないと記載されていましたが、しかしそろそろその記述は改定した方が良さそうですね。なぜなら数多くの世界中の研究機関や病院でビタミン D の有効性が指摘されるようになったからです。5月にサイエンティフィック・リポーツ誌に非常に興味深い論文が掲載されました。それによると、ある病院でビタミン D が欠乏しているコロナ患者にビタミン D の大量投与、6万 IU というね、これ単位なんですね。6万 IU というね、大量のですねビタミン D を8日から10日間投与したというんですね。これパルス D 療法と呼ばれて、一定期間ですね、集中的にビタミン D を投与すると。でまた投与しない時期があってまた投与すると、そういうやり方をするのをこのパルス療法というんですけども、そのパルス D 療法を実践したんですね。そして経過を観察したということなんです。するとね、それらの患者のビタミン D の血中濃度が、16ナノグラムパーミリリットルから89ナノグラムパーミリリットル、1ナノグラムっていうのはね10億分の1グラムですから、ものすごく微量なんですけどもね、その単位はどうでもいいですけども、要は16から89に、優位に増加するとともにですね、炎症マーカーが著しく低下し、症状にも大幅な改善が見られたということなんですね。
しかも副作用は全くなかったというんですから驚きですよね。この治療を行った医師らは、パルス D 療法は安全で有効性があるので、コロナ患者への治療法の一つに加えるべきだと結論付けました。またスペインの別の研究者グループは、バルセロナのデルマールという名の病院のコロナ病棟に入院した患者に大量のビタミン D3、これはカルシフェジオールというんですけどね、ビタミン D3 と呼びますけども、ビタミン D3 を与えたというんですね。これ肌を日光にねさらしたりなんかするとできるようなビタミン D の種類なんですね。ビタミン D3、カルシフェジオールというんですけどね。ただここではねビタミン D にはビタミン D2 とビタミン D3 があるんですけども、これにこだわるとですね話が長くなるので、ここでは単にビタミン D と表現しますね。でその結果どうなったかというと、ビタミン D の投与を受けた患者で ICU での治療が必要になった患者は 4.5% にとどまり、ビタミン D の投与を受けなかった患者の 21% が ICU での治療が必要になったのに比べてはるかに優れた結果を残したということなんですね。それだけではありません。ビタミン D を大量に投与された患者グループの死亡率も、大幅に低下したというんですね。数字で言うとね、ビタミン D を投与されなかった患者グループの死亡率が 15.9% だったのに対して、ビタミン D の投与を受けた患者グループの死亡率はわずか 4.7% まで低下したというんですね。ではなぜビタミン D がコロナ患者の重症化率や死亡率を低下させることができるかということなんですけどね。その最も分かりやすい説明は、ビタミン D はコロナに起因するサイトカインストームを緩和するというものなんですね。サイトカインとは体内で炎症を引き起こしたり抑制したりするタンパク質のことなんです。サイトカインストームとは体内で炎症が爆発的に広がった状態のことを言います。ビタミン D には免疫細胞による抗菌ペプチド、ペプチドっていうのはね、タンパク質の構成要素である複数のアミノ酸が短く鎖状につながったものを言うんですけども、その抗菌ペプチドの産生を促し、有害な炎症促進サイトカインを減少させる一方で、抗炎症性のサイトカインの発現を促進する作用があると考えられています。あなたが感染症にかかると、あなたの体はその病原体と戦うためにサイトカインを放出するんです。しかし時にはそれを必要以上に放出することがあります。サイトカイン放出が制御不能の状態に陥ると、危険なサイトカインストーム、炎症が体内で爆発的に広がった状態が生じ、時にね肺血症を経て最悪の場合死に至ることがあるんですね。新型コロナウイルスに感染すると免疫機能に異常がある人はこのサイトカインストームを引き起こしやすく、重篤化したり死亡したりすると言われています。そしてビタミン D が免疫機能の暴走とも言うべきサイトカインストームを優位に抑えてくれるというわけなんですね。それにしても意外なものがコロナに効くんですね。ビタミン D なんてめちゃくちゃ安いしありふれてるしね、先ほども言ったように日光に20分も当たればほぼ1日分のね、必要量がゲットできるんですよ、ただでね。あなたもぜひねコロナ感染予防にビタミン D を多めに取られてみてはいかがでしょうか。特に中高年以上の女性ならビタミン D がカルシウムの吸収に役立ち、骨粗しょう症の予防や改善にもつながるとされているので、積極的に取った方がいいですよね。ただしビタミン D はビタミン C や B のようにすぐに体内から排出される水溶性ビタミン、水に溶けるビタミンとは異なり、体内に比較的長くとどまる脂溶性ビタミン、油に溶けるビタミンですので、自己判断でサプリメントなどで日々大量に摂取し続けることは過剰症につながりかねないので非常に危険なんです。一日の摂取量は成人で、男女とも 5.5、マイクログラム、このマイクログラムというのは1000分の1ミリグラムのことなんですけどね、グラムでいうと100万分の1グラム程度と言われているんですね。医師の管理下でなければそれを大幅に上回る量は、取らない方が無難だと思います。
僕は基本サプリメントには頼らず、主に鮭などの魚類や椎茸などのキノコ類などを意識してできるだけ多めに食べ、卵もね1日1個は食べるようにしてるんですよね。これもビタミン D があるんでね。あとは通勤時間とかに適度に日光に当たる程度でいいと思っています。紫外線の害を考えれば20分以上日光に肌をさらすのはアンチエイジング的にもマイナスですからね。いずれにしても今日は私たちにとても身近で安価に手に入れることができるビタミン D の摂取がコロナ対策として一定の効果があることが分かってとっても良かったですよね。これはまさに朗報と言えるでしょう。ただしもちろんそれで万全ということではありません。日頃からマスク、手洗い、3密を避けるといった基本的な防御策の徹底に加え、バランスの良い栄養と十分な睡眠をとり、そして適度な運動をするなどして免疫力自体を常に高く維持するように心がけることが大切ですよね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。